外周は浮いてるようにすることで外観見せるようにしてるっていう。家の中入るとすぐ同じレベルで車がボンと置いてあるっていう、車を見て楽しみたいなっていうところに重きを置いてるっていうところですね。藤原村事務所藤原です。室です。インタビュアーの林田です。クライアントさんどういった方かっていうのを初めにお聞きしてもいいですか？クライアントさんは、ご夫婦とお子さん1人っていう形で、今回建てた敷地の近くにはお住まいだったんですけど、使われなくなった実家があるっていうのがあって、新しく建て替えて自分たちの家にしようかなっていうので計画が始まってます。真っ白にしたのは何か理由があるんですか？施主さんの好みが大きいですね。真っ白い色が好きというか。汚れとか気になるかなとか思うんですけど、それ汚れがつきにくい素材だったりする。汚れは一つは塗料をどういったものにするかっていうので変わりますね。いいものにすればより汚れがつきにくい。今回光触媒を使ったりとかして、それを一回塗装した上に塗ったりしてやってます。お客さんの希望というか気になっているところとしては、建物の敷地のこれと写真で左側に高い建物があったんですよ。なのでちょっと上から見下ろされたりするのが嫌だなっていうのはちょっと気にされていました。スリット窓みたいな壁と壁の間に隙間があるのはやっぱりその周りからあまり見られたくないけども明かりは入れたいっていうその要望からできたデザインなんですか？そうですね。目線より高いところに窓つけると中が見られにくいっていうのもあったりして、それを全周ぐるっと窓を入れることで1階と2階と屋根の部分が区切られたように見せることで圧迫感が減ったりとか、デザイン的にいかに窓がありますよっていう形に見えずにデザインの一つとして窓が入り込んだりとかして統一感が出せるんじゃないかなっていうことでこういった形の窓を提案しています。そもそも外観なぜこういったデザインになったんですか？できる限り大きく家を建てたいっていうことだったんですよ。それでプライバシーを守りたいっていう話があったんで、中庭を四隅に作って、でそれを最大限に立ち上げたらこういうボリュームになるというところからスタートしてるんです。外観からすると光本当に入るんかなって思われたりする家かもしれないですけど、光を上から落として、そこに対して大きくガラスを窓を取ってるんで、四隅が明るいって感じですね。外観すべてスリット窓になってると思うんですけども、柱がなさそうに見えるんですけど、どうやってそのスリット窓を重さで支えてるんですか？今の話で帯状にするっていうのが意外に難しい。そこを浮いてるように見せるには、普通だったら立てないと、スリットだけで回ってたらどこで受けてるんですかってなりますね。肩持ちって言って柱から床を腕みたいに出してるんです。建物の周りは全部中から持ち出して浮かしてるみたいな感じ。赤いのが柱、太い柱があって、それを頼って持ち出してってるっていう。そういうことで外周が。赤い部分が体で、そこから腕がぴょこって出て、そう、その腕で支えてる。考え方としてはそう。でも外周はもう浮いてるようにすることで外観見せるようにしてるって。周囲がふわっと明るくなることで RC の重たさ軽減されてるみたいな。周辺が明るく光が回っていくっていう、そういうところを狙っている。外観のデザインから来る中のイメージっていうのを考えてプランをしてます。で中庭の写真はこれですね。こういう風になってて、四隅にこういう空が見えるようなとか光が落ちてくると。敷地面積はどれくらいですか？面積が229平米の69坪。建築面積が131平米の39坪ですね。これから入るんですけど、ここはポーチというか、上が吹き抜けてるポーチがあって、その上に行くと玄関があるんですね。で、玄関入ると、左が LDK で、上がシューズクローゼットとか収納になってきます。お客さん来たら2番の方にこっちに行って、家の人は3番から入って、ここらに荷物とか靴を置いて、上の方に出ていくと。これは玄関ポーチで、シャッター開けると車が見えてると。で、ここから玄関入っていくと、リビングに入って左に車がパンと見えて、今回その車なんですけど間近で見たいっていう希望があって、家の中入るとすぐ同じレベルで車がボンと置いてあるっていう。で収納とかは近くに家があるので、あんまり生活感ない形で住みたいなってことだったんで、極力工具とかタイヤとかを置かずにすっきりした形で車を置いてあるようなガレージハウスになります。ガレージと
リビングルームっていうんですかね。床は同じ素材ですか？車ってちょっと重たいんで、室内で使うタイルが結構強度を上げないといけないんで、と同じように見えて、ちょっとだけ違うものを使っています。ガレージの後ろの空間、はい、くつろぎスペースといいますか、なんかこれはテラス。中庭ですね。これが中庭になるんですね。ここはちょうど光が落ちてる場所。照明がどこにあるかちょっとわからないんですけど、ガレージやリビングルームの照明ってどこら辺にあるんですか？照明は天井に仕込んであるんですけど、実は間接照明をこう窓の近くに入れたりしてやってますね。で、照明器具もちょっと特殊なやつ使ってやって、あんまりこう光ってるのがわからないような特殊な照明を作って、パッと見車だけがポンと見えるように設計してます。車屋さんみたい。車屋さんっていうんですか、なんていうんですか、なんか確かにです。家作る時のきっかけって結構趣味とかってすごい重要な要素なんで、どうやって自分好みの趣味とかを出したりするかっていうところで、今回は車を見て楽しみたいなっていうところが、重きを置いてるっていうところですね。このキッチンは換気扇みたいなのがないんですけど、キッチンは換気扇がビルトインされてて、下からこう上に使う時だけ上がってきて空気を吸い込むようなシステムになってるんですよ。天井じゃないところから換気するような形になってます。冷蔵庫とか隠れてたりするんですか？生活感できるだけないように生活したいってことだったんで、収納とかそういう仕組みちゃんと作ってあって生活しやすいようには考えてます。あとは階段下に収納があったりとか、玄関入ったところの収納がすごい充実してるんで、ここにいろんなものが置いてあったりします。コップの形の洗面台、これなんか特注とかですか？お客さんが見つけてきた洗面で、どうしてもこれを置きたいってところで、これがなんかヨーロッパで作ってるみたいで、探すのにすごい苦労したんですけど、なんとか見つかったって形。イタリアかどっかだと思うんですけど。2階の部屋の間取りですかはどういう風になってるんですか？階段上がっていくんですけど、階段上がっていくところは吹き抜けになってて、中庭がちょっと見ながら階段上がっていったりっていう風に。この手すりもちょっと気になったんですけど、これはどういった経緯でこういうデザインになったんですか？手すりもなんか飛び出るとちょっとやぼったいなって感じがしたんで、手すりを壁の中に埋め込んで作るみたいな、放り込まれているような手すりです。でそれを見ながら上がっていったりして、吹き抜けに面した廊下がぐるっとあって、で各部屋が並んでるんですけど、今回は3人住まいっていうこともあって、家にいる時もどこに人がいるんかなって分かるように、ちょっと気配が分かるような形にしたいってことだったんで、天井と個室の間を天井スリットをつけてます。外観と同じ感じですね。はい。だからその外観にあるスリットがそのまま家の中に入ってきてて、光が外からもこう家の中に入ってくるような、そんなデザインになってますね。間取りとしてはこんな感じで、ここ上がってきたら、ここはお風呂とか洗面、脱衣とトイレがあって、こっち側の13の方に行くと、ここが物干しスペースです。外部の空気も入りやすい形にしてあって、洗濯ここでして干せるような形になってます。で、14の方に行くと、クローゼットがあって、服がたくさんかけれるようになってます。左がクローゼットで、右が棚ですね。真ん中にいろいろ小物が入るような棚があって、ここにも収納があって。で、下に行くと寝室があります。で、左に行くと個室があって、奥さんがタバコ吸うんで、タバコを吸うための部屋なんですよ。喫煙ルーム。はい、喫煙ルームです。18は、ご主人さんの個室みたいな形ですね。だから16も奥さん用の個室みたいな形で、それぞれ寝室はあるんですけど、個室をそれぞれ一つ作っているって形で、皆さん結構趣味がいろいろあるんで、そういった使い方が将来できるようにって形で、予備室を作ってるって形ですね。で、17がお子さんの部屋ですね。ちょっとこれ、図面上書いてない部分もあるんですけど、全部こう、中庭に面して窓があるんですね。個室が取れるようになってて、なので、個室の中に入っても、プライバシーを守られているような形っていう間取りになっています。換気で窓を開けたとしても、外から中は見えないっていう。吹き抜けがあって、お家もすごく敷地も広いので、はい、夏とか冬とか暑かったり寒かったりしてるのかなっていう。そうですね。そこは想定してるんで、1階の床とかに全部床のコンクリートで蓄熱するような床暖房を使ってます。なんで、冬は全部この床が温まるんで、暖気は上に行くんで自然と上があったりもありますし、下も全然寒くないよっていう形になってます。空調もエアコンをビルトインの形入れてるんで、吹き出し口から空気が出てくるような。で特に夏場は
冷気は下に落ちやすいんで、下は冷房効きますし、暖房も床とこのエアコン併用になるんで、空調は効くような形になってます。他に質問ありですか？全部聞きました。はい、あありがとうございます。これからもいろいろ動画を上げていきたいと思ってますんで、気に入っていただけた方はチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。